程度まっすぐ線を引くとかっていうのがねギザギザになっちゃうんですよ、どうしても。これができれば逆に何でもできちゃうので、のりの硬さがある程度してないと、自分の硬さにしとかないとどうしても力の感覚があるので、本当作るのから含めてですよね、これ。だから一筆じゃこれ量が決まっちゃうんで、必ずこういかないところがあるので、大体こう普通にどっかからこうやりやすいところっていうのがあるんで、10年ぐらいはかかりましたね、自分は。うまくなかったからかもしれないですけど。この線をきっちり取らないと合わなくなっちゃうんで。結局本数あると全部決めていかない人が多いので、決めてる人は決めてる人でいますけど、やっぱり伝統的な柄は必ず入れるようにはなると思うんですよ。鶴とかめたら長く続くようにとかっていう。結局ね、乾いちゃうんですよ。のりが早く乾いちゃうと、やってる水引く前に乾いちゃうと裏から色がさしちゃうので、あと染色する時には乾いちゃって色ムラになっちゃうんで。ちゃったかもな。水を裏から塗ってこののりの食い込みを良くするんですよ。食い込みっていうか、もうこれをやらないとダメなの。水が予備水みたいになってのりが生地の中に溶け込んでくるんです。
昔はね切れない包丁みたいなのでやってたんですけど、こういう方がやりやすいな。の半分という形になっております。三々だったら1枚その割ったらどっか持ってきて、そこにそうすると養生を全部4枚分しなきゃいけないところになっちゃう。よろしくお願いします。すみません、ありがとうございます。失礼します。とにかく全体的にやったらもうあんまり修正は効かないですよ。だから本当その一発勝負があるんで、だからもう乗り置きだって形がそうなったらそういうふうにしかなっちゃうので、ギザギザしちゃったらもうそういうギザギザ治らないんで、万が一垂らしちゃったとかってやったらもうどうしようもないんだけど、もう最初からやり直しになっちゃうんで、まあ何でも昔はよくやりました。昔とか今でもたまにありますけどね。そうするともう一日何やってたのかみたいな。早くもやらなきゃいけないし、ある程度正確性も必要だしっていうのがこれの一番の問題だと思いますよね。表を
染めると裏にきっちり染まるっていうのがこの本染めっていうのは特徴なんですよ。プリントってのは裏ばっかり表ばっかりするので裏がもう8分ぐらいしか抜けなかったり全く抜けなかったり、これはもう完全に表から染めて裏に完全に抜けるんですよ。旗なんで両面ちゃんとしなきゃいけないので片面だけっていうわけにはいかない。まあ本当に自分は子供の頃あんま好きじゃなかった手が苦手だったのであったんですけど、まあやっぱりなんかみんなが就職活動して、まあ大学生って結構まあ自由な時間もあるんで、まあ家から通ってましたけど、その時にまあお客さんが来てやっぱ喜んでくれてる姿とか、あとはこの一から何にもない一から一つのものを作り上げていくっていうのがなんかすごい面白そうだなって面白いいなと思ったんですよね。担任の先生に「お前美術真面目にやってないの?」って言われるんですよ。腕の絵を描くっていうテストで10回ぐらい練習してたんですけどね、それだったんでどんどん嫌いになりました。神奈川県の美術の先生のまあその総会みたいなのがあって、そこで講演してくれなんて言われて、でまあ体験と含めてちょっと、まあ、実演も含めてちょっとやったんですけど、まあ面白いもんだなとは思いますけどね。その時の先生はいなかったですけど、いたらどうしようかなと。美術の先生に対してですからね、分かんないもんだなと思います。まあ自分がよく一番言われたのが柄、まあ、もちろん何の旗だか分かんなきゃいけないっていうのが一番なので、一番大事なのが柄はともかくとして線名を一番太く大きく描かなきゃいけないっていうのが一番なんですよね、この旗っていうのは。でそれに通じて柄があるっていう、もともと柄なんか船の旗なかったんで。私は自分の代はしっかりやれって言われました。それ以外は後のことはそれはどうでもよくて、自分の代やるんだったら自分の代はしっかりやれっていうのが、まあ、よく言われましたけど、まあ技術的なものはそうですね、まあそれは気持ちを込めて作るんだとか、まあなんかそういうふうにね、よくそれはそうだ。だから、まあ、手を抜いたりしないで本当に集中してやれみたいな話はまあよく言われますけど、ただだからとにかくあんまりなんていうのかな、勢いを重視しなきゃいけないところもあるので、それはもたもたやってりゃ綺麗にできるって、丁寧にやりすぎるっていうと
来ちゃった。一応天保4年の創業というふうにしてるんですけども、じゃあ江戸時代の頃はなんか幕府の御用職人をしてて、戦の上りってありますよね。ああいうのを今のその同じやり方で作ってたそうです。乗り置きのやり方で作ったそうです。でなんかその天保4年っていうのはの創業ってしてるんですけど、なんかその幕府の御用職人っていうのはなんか免税だったらしいんですけども、なんかそれが天保4年っていう年になんか税金が来たらしいんですね。やっぱ財政なんか。それでうちの先祖が何でですかっていうのをこの辺だと浦賀の奉行所に出した古文書がたまたま横須賀の図書館に残ってて、じゃあ天保4年にはやってたっていうことで天保4年の創業っていうふうにはしてるんですけども、うちの過去帳を見るともう200年ぐらい家光ぐらいの人まで書いてあるので、まあ染め物をしてたことだとは思うんですけども、ただまあ証拠がないので一応天保4年っていうふうにしてるっていう形です。もともとは大漁を知らせるっていう意味で、いっぱい魚が取れたっていうのをいち早く丘で待ってる奥さんとか子供さんに分かるように、そうすると自分とこの旗が沖で見えると、あ、今日はいっぱい魚が取れたんだなっていう、そういう目印として昔挙げて帰ったそうです。それからあともう一つはですね、昔は木造船ですので今みたいに船が丈夫ではなかったってことで、いち早く無事に帰ってきたっていうのを知らせるっていう、その2つの意味があったそうなんですけども、で今はあんまそんな風習ないんですけど、あんまなかなかないんですけども、今は新しい船を漁師さんが作った時に今言った大漁、いっぱい魚が取れるようにっていうのと航海の安全を祈願して友人とか関係者がお祝いに送るってもんです。なので新しい船の旗の場合は新しい船の船名と下に必ず送る人の名前が入ってます。なんで大体今新しい船移籍できると大体2、30枚ぐらいっていうのがまあ多いんですけども、三崎はマグロ船の一番景気の良かった頃はうちで一番大きい畳8畳ぐらいの旗があるんですけども、それを100本あげたなんていう船が昔はあったそうです。ぜひ進水式にはそれが天気でね、その旗がなびいてくれたら、自分が作ったやつが全部なびいてくれたらすごく嬉しいなと思いますけど。第8マルト丸は岩手県釜石市にある株式会社熊野船舶工業で製造されました。アルミ製造19トン。
こういうのは嬉しいっすよね。本当自分もこれちょっと初めてなんである程度おまけにちょっと同級生のやつの餅も取れたんですごく嬉しいです。